これはなんか音楽が区分したまま提供されました。で、そのドラムのシンセとかボーカルとかが別にもらいましたから、別にビジュアライゼーションもできました。これも VR の中で、今日は VR の技術を持ってきませんでしたけれども、ビデオだとみんなが見えるんですけど、VR は一人しか経験できないですから。でも、その中、丸いやつがすごい向こうまで行ってますね。VR の中で、ゲームのフレームレートが大切。普通のテレビゲームとかは31秒で30フレームが大切ですけれども、VR の中だと、100フレームの方がそうしないと寄ってくる人が多いです。例えば30フレーム1秒で30フレームだと人が寄ってきます。ですからそれが速さが一番大切ですから、プログラムするときそれを考えないといけない。そういう世界はどうでしょうか。共感覚的なsynesthesia、そういう感情がいろいろな感覚が混ざっている世界が面白い。VR の研究に結構大切なこういう形の絵。これは360度のエクイレクタンギュラーという形の絵ですけれども、これが前で後ろがこっちですけれど、これ普通の絵はこういう角度ですけれど、これが360度ですから、これが同じポイントで、そういうあと少しごめんなさい。そういう研究もやってますけれども、それプレゼンスという表現がすごい大切、研究的に VR の研究の中で大切なやつですけれども、あとVR 用意が大切です。VR の問題はよく寄ってくる人が多い。例えば動いたら寄ってくる人が多いですけど、どうやってそういう問題を解決するかっていうそれに対していろいろな技術が出てきます。例えばこの走っても動かないという。で、これですごい面白い例え、ネズミみたいですけれども、これすごい重くて自然な感じじゃないですから、あんまり商品になれないと思いますけど。OK。じ
じゃあ次は、まあ、ビデオですけれども、それを時間どうですか？あと5分？じゃあそれをちょっとスキップしますけれども、後でビデオを見たければ見てください。この私たちそういう問題を考えてそれを解決するにこれを発明しましたんだけど、まあちょっと複雑、もちろん読めなくていいですけれども、まあスポーツとかに活かせる衛星みたいな動き方を発明しました。で、例えば人がこう頭をこう曲がったらこうじゃなくてこう衛星みたいな動き方になっている。で、そうするとこういう終点とか、まあ、サッカーの人とかよくなんか何の角度から何の視点からでも見えるようになってでも面白いことにそういう動き方だとそんなに寄ってこないっていうことです。それをちょっと研究をやってて今の研究ですけれども、であとまあ人間の目の動きの情報を取ってそれをイントラクションとして活かせるという技術を作っています。いろいろやっています。それをその前さっきの動き方と組んで面白いまあ触ったまま世界がどこにも行って目で頭でどこにも行ったり行けることがで、あともうちょっとですけれどもVR の未来についてまあこれはすごいなんかこうなるんですけどなんかどうになるかっていうのわかんないですけれどもまあすごい今結構有名なイーロン・マスクという人がいます。彼がすごい大切ないろいろな技術の会社の社長ですけれども彼によるとまあ、次のメディア技術とかは脳とか直接つながるとか、まあ、AI とかAI はすごい大切な技術になると思います。今からすごいどんどん発展させられていてでそれが多分研究者とかを手伝って新しい技術を作って技術の発展速さがすごいこうなると思います。みんななんか例えばうちの研究室の人とかよくそういう分野で勤めている人がそういう信じています今。ですから次はまあどこまでつながることができますかという技術いつも新しい技術が出てきたらすごいつながりの可能が広がってきます。ですからまあ VR は一つですけど次はまあ脳とかつながったり AI とかとつながったりすると何の可能が出てくるかというすごい興味ありますけれども多分自分の一生あと30年とかこういう SF みたいな思いが本当になんか実になりますかな。で最後のポイントですけれどもまあみんなは多分こういうなんか VR とかについて聞いてるんですけれどももしなんか VR を作りたいなっていう人がいれば、まあ、これがおすすめ
プログラミングとかゲームを作るアプリケーションとか最近はすごい無料で誰でもどこにもダウンロード無料できますから、それをなんか一人でも作れるようになりました。でそれがこの現代のすごい特徴だと思います。みんなはそうインターネットで学べること、学校だけじゃなくて、もちろん学校が大切ですけども、自分で自分の興味、自分の趣味とかすごい学べます最近。ですからこういう結構みんな使って統一になりましたけども、この Unity というゲーム作るソフトがあります。それがおすすめで、最後僕の私のサイト紹介です。benjamin.com そこに行ってこのプロジェクトとかについてもっと読めるとか研究とかも読めるし、いろいろなその Unity とかの情報とかそこに置いてありますから、ぜひ興味あるのを見てください。で、最初にありがとうございます。Yeah, thank you for your wonderful lecture. Thank you very much. Okay, we don't have enough time, but could you give them one question? Could you? One question. ごめん、時間1個だけこれはという質問1人だけ受け付けます。はい、早の待ち。はい、ゲージ。できたら英語。できなかったら日本語。もう身近なことでもいいですよ。ゲームの話。もちろん今日。Do you know Sword Art Online? Japanese animation. それだけそれだけ日本語でなんかその頭に電気とか送ってやっぱコントロールできるっていうか。アニメとか SF とか映画によく見えるやつですけども、今もちろんできないですけれども、あと20年とか30年何になるだろうとか、そう可能があるかもしれないです。ありがとうございます。OK、じゃあ最後に、お別れということで、みんなが、ベンジャミン先生みたいな、ねもう研究者を目指す人もいると思いますので、そんな人にみんなに送るメッセージを英語と日本語で、言ってもらいますので、一言ね、聞き取ってみてください。はい、最後のメッセージ。Right. Well, thank you for your patience. I'm sorry my Japanese is so bad, but yeah, I think for those of you that are interested in becoming scientists or artists or anything really, you need to just find what your hobby is, what you're interested in, and try not to just watch TV or read the internet or YouTube. Try to, when you watch YouTube, try to learn things. Watch the right videos for your hobby. Watch videos that teach you something that you can learn from. Spend your free time not just sitting watching, anime or something, but
actually learning things, and it all comes together slowly, and you start to be able to do more and more, and so that's the secret, I think, to getting a job eventually that you enjoy doing. To work on the things that you enjoy doing, work on them so that you become good at them, so that you can actually make money or do research doing the things that you enjoy doing. OK。YouTube とかアニメとかみんな見てる人も多いと思うけど、ネットでもね、そこを見るだけじゃなくて、そこから何かを学び取ろうとしてみてください。ぼーっと見てるんじゃなくて、普段見てるところからこれ何やろうなって言って何かを学ぶように自分から、姿勢を見せていくと、それが自分の好きなこと得意なことにつながって、将来のみんなが仕事したいことにつながっていくんじゃないかなということで、普段まずは今日帰ってから普段の自分のところをね、ぼーっとしてたところを今日はこれなんか学び取ってみる、そんな姿勢を、取ってみることが一番の、ポイントじゃないかなということです。OK、それでは、時間も時間がね、終わらせていただいております。じゃあ最後しっかりして、でみんな書いたプリントはここに出して帰ってください。